はい、皆さん、こんにちは。車の大自然、カカカシノピーです。今回は、こちら。皆さんご存知でしょうか？おはじきというブランドです。最近結構人気があって、使ってみてくださいっていう声も多かったので、購入しました。今回購入したのは窓ガラスに使用する撥水剤と油膜除去剤がセットになっているものですね。こちら Amazon で3999円です。一応ね、人気だからこれも使ってくださいみたいな声が多かったので、他のものもね、購入してみました。これが優しい下地、あとコート G とディープクリーナーですかね。この辺はまた別の動画で使っていきたいなと思うんですが、今回は窓ガラス用のね、撥水剤、どんな感じなのか使っていこうと思います。そしたら早速、外へ、レッツゴー！はい、そしたら外にやってきました。こちらがセット内容なんですが、まずは撥水剤、あとは油膜除去剤、それに使うスポンジ、これかなり良さそうです。厚みもあって、この青い部分は固めのスポンジ、この白い部分がフェルトっぽい感じになってて、すごい使いやすそうです。で、あとはトリセツが撥水剤の方と、あと油膜除去剤の方、2種類あります。あとは、これですね。マイクロファイバークロスが2枚ついてます。グレーのと、何色って言えばいいんだろう。紺ではないですが、こういった色のタオルですね。タオル2枚ついてるっていうのはすごいありがたいなと。そしたらトリセツを見ながら実際に施工していこうと思います。はい、そしたらもう水かかっちゃってるんですが、現状はこんな感じ。まずは油膜除去をしていきます。この車ね、結構水垢もひどいんですよ。なのでそれが落ちるかどうかも試したいな。で、まずは油膜除去なんですが、説明書で作るの大変だと思うんですよ。けどこう丁寧にね、記載されているのはすごいありがたいです。で、まずは傷の原因になるため、あらかじめガラスについた砂やホコリ等を水シャンプーなどを使って洗い流してください。すぐに本製品を使用する場合は、ガラス面は濡れたままの状態にしておいてください。わかりやすい。一回洗ったんですが、念のためね。ガラスだけ洗うっていうのはこの見ての通り難しいんですよ。なのでボディとか濡れたくないなっていう人は水拭きとかですね、優しく拭いてあげて砂とかを落としてあげるようにしてください。一回洗車しちゃう人はボディをこの後拭き上げるっていう作業を行います。そしたら一旦部分的にやっていきます。次はもうステップ2ですね。容器をよく振ってからノズルを90度回し、ロックを解除してください。付属のスポンジの白い面に少量の水を含ませた状態にして、液剤を白い面に適量出し、ガラス面に押し付けるように縦横にこすってください。こすってる時に液が弾く場合は弾かなくなるまでこすってください。よくある油膜除去剤と一緒ですね。こういった感じですね。泡立つ感じがありますね。弾く部分どこですか？全然弾かないんですけど、ちょっとあれ弾かないな。わかりづらい。そもそもあんまここ弾いてない箇所だっけ？ちょっと奥側人参使ってみますか。あ、人参だとこう弾くわ。プロスタッフの人参を使うと弾きます。もう一回おはじき使ってみようか。あれもう落ちてんのかな？浸水状態になってる。めちゃめちゃ落ちるっていうこと？逆にもしかしたらほらおはじき弾かないんですよ。けどこれだけで落ちてんのかな？おはじき弾きません。けど結構落ちてる気がするけど、これはね拭いてみないと何とも言えないな。界面活性剤とかが悪さしてこういう風に見えるケースも中にはあるので、ほらちょっと戻ってきたもん。だとしたらちょっと分かりづらいかも。ぬめりみたいなのがあるとちゃんと落ちてんのか落ちてないのか分かんないんですよ。僕が今おはじき使った感じは泡立つ感じといい、ちゃちゃっと落ちる感じではないな。なんか分かりづらいな。落ちてる感じもするけど、反対側で試してみましょう。この辺弾いてますね。ここにおはじき、もう弾いてないっていうか、この液剤は弾かないですね。これで落ちてればいいんですが、落ちてないと分かりづらいんですよ。モンスターリセットだっけ、あの時にも言ったんですが、落ちてるかも。
過去にクリーンビューの商品を使った時にこうなって、うわ落ちたかもと思って落ちてないケースがあったんですよ。でこのなんか泡立つ感じが分かりづらいかな。モンスターリセット人参くんだとこう弾くんですよ。でこれがなくなるまでなんですよね。これがね分かりやすい、すごい素直っていうか、この分しっかり落ちてますっていうのが分かりやすいんですよ。おはじきダメっていうわけではないんですが、こういった時に弾かないからどれだけどこをやればいいのかっていうのが分かりづらいんですよ。ここは終わったのかここは終わってないのかっていうのがね、結構ねこの落ちる速度っていうのは速いなと感じましたが、パッと見はもうこの辺全部終わったなっていう感じしますよね。実際どうなんだ。終わってそうだけど、ほら一回拭くとさ意外に終わってないんですよ。わかります？内窓汚い。この後とかわかるのかな。人参のところ、人参つったらダメだな。モンスターリセットのところはちゃんと浸水状態にこう拭いた後もなってますけど、今おはじきやったところパッと見落ちたように見えて落ちてない。一回拭くとまたこう復活するみたいなのがちょっと僕はね面倒だと思ってるんですよ。紛らしいっていうのかな。人参だとこれが分かりやすいんですよ。人参うるさいな、本当怒られちゃうよ。こう見ながら、あ、ここも弾いてるなっていうのが分かりやすい。でこれでもう一回ちょっと水かけてみますね。で一回拭きます。水分量がこう少なくなった時に見るのが結構分かりやすいですね。これでも水の膜が張っている状態を保っている場合はもう結構取れたと言ってもいいと思います。これね、僕は過去にモンスターリセットのやった分だけちゃんと綺麗に仕上がってると、そこがいいですと評価したのはそういった部分なんですよね。おはじきはちょっとスポンジはすごいいいけど、この弾く分ですね、分かりづらい。弾く分じゃない、弾かない分、パッと見落ちたと思っても落ちてないっていうことが結構あります。で僕はね別におはじきが悪いと言っているわけではなくて、分かりづらい。本当におはじきで落ちないのかって言われたら落ちてるんですよ。落ちてるんですが、どこまで終わってるのかが分かりづらい。この一撫でで全てが終わるんだったらいいんですよ。そんな簡単には落ちなかったりするので、もうちょっと分かりやすくあればいいのになといった感じですね。もういいかなと思ってやめてこう洗い流すと、まだ終わってなかったですっていうね。これ全く落ちてないわけではないので、そこ誤解ないように。この特にね木はですね、皆さん経験あると思うんですが、隅々やったこの木はこれです。これ一番難しいんですよ。この部分、このモンスターリセットは分かりやすい。水垢取りパッドでもねたまにあるんですよ。こうしっかりこうやって弾いてないなと思って洗い流したら弾くっていう。うわー終わってねえじゃん、もう一回やろう。この手間がねめんどいんですよ。下の部分ね、これがおはじきだと分かんないんですよ。終わってるのか終わってないのか、どこでやめればいいのっていうね。多めにやる分にはねいいと思うんですが、無駄にやることにもなると思うので、分かりやすいか分かりやすくないかっていうのは僕の中では結構重要。やっぱ2度手間3度手間になるので、それを避けたいなということで、おはじきは分かりづらかったかなと。でこのレインモンスターリセット、容器がね人参の形してるのがちょっと使いづらいんですよね。こういうことです。はい、そしたら油膜除去ができました。洗い流します。しっかり浸水状態になってると思います。そしたら撥水剤の方を施工していきますか。続いてガラスの撥水剤を施工していこうと思います。一応マスキングテープで半分に分けたので、運転席側はハイブリッドストロングアルファを施工してあります。助手席側におはじきの窓、ドット窓っていうのかな、こちらを施工していこうと思います。ステップ1としては下処理、ガラスについた砂やホコリ等を水シャンプーなどを使って洗い流してください。で油膜、水染みや古いコート剤が残っていると本来の性能を発揮できないので、おはじき、ガラスの油膜取りだったり市販の油膜取り、ガラス研磨剤などを使って下地処理をしてください。洗浄や下地処理が終わったら
ガラス面やガラス周辺に水が残らないように完全に乾燥させてください。完全に乾燥しております。そしたらステップ2の施工に移ります。スプレーのロックを解除後、乾いた状態のマイクロファイバークロス2から3スプレーし、すぐにガラス面へ塗り広げてください。フロントガラス半分もしくは50センチ角の範囲に対して2から3スプレーが適量です。夏場など気温が高い時期は乾燥しやすいので3から4スプレーし調整してくださいと。これ重要ですね。施工ムラなどの原因になるためガラス面に直接スプレーしないでください。コーティングが施工されていないガラス特有のギュギュッとした重い感触からツルツルとした軽い拭き心地に変わったら、マイクロファイバークロスのコーティングが付着していない面を使って拭きムラや拭き残しがないように仕上げてください。施工が完了したら最低1時間推奨12時間以上は水に濡らさないようにしてくださいと。説明書が分かりやすい。そしたら実際に施工していきます。マイクロファイバークロスに123、4ぐらいいっておきましょうかね。ちょっと熱いのでこの状態でかなりギュギュッとしてますね。けど全体に濡れた瞬間にもうギュギュッと感はなくなるかな。こんな感じかな。でついてない面裏面にして拭いていくと。施工してないところはピッて止まる感じあります。施工してあるところはツルツル。けどこれもまたちょっと分かりづらいなと。僕はよく使ってるハイブリッドストロングアルファとかだと塗布したところが分かりやすい。手の感覚ではなく目で見て判断できるので、そこら辺はちょっと違うかな。よく使うやつは液剤を塗って乾いてから拭き上げるんですよ。乾いたかどうか目視で確認すると。けどこれはちゃんとどこまで施工できてるのか不安になるね。おはじきを悪く言おうと思ってるわけじゃないですからね。勘違いしないでもらいたいんですが、本当に過去にいろんなものを使ってきて思ったことを言ってますけど、いいところとしては乾燥を待たないで済むっていうところですね。施工性はいいです。パパッと施工していける。こういう感じ、使いやすいね。ちゃんと施工できてるか不安なんですが、ハイブリッドストロングアルファとかと比べて5分10分待つ必要がない。あとハイブリッドストロングアルファ特有のシリコンっぽい拭き上げた時にこう伸びる感じがない。キュッとした感じ。これはね、ながら洗車のスプラッシュ&リムーバーっていうガラス用の撥水剤が、油膜除去剤がセットになったやつ、あれに結構似ているかなといった感じです。だから結構水はじきいいんじゃないのかなと期待しております。とりあえず施工から1時間、推奨は12時間放置ということなので、今日はここまで。はい、そしたら1日経過したので水をかけてみようと思います。どうなってんだろう。両方ともいい感じに撥水してますね。どっちがっていう話でいくとちょっと難しいね。おはじきもかなりおはじきしますね。難しい。ちょっと弱めの水で。似たような感じかな。ちょっと梅雨明けしちゃったみたいなので雨がいつ降るのかわからないんですが、一旦ね最後走行映像を撮って終わりにしたいなと思います。はい、そしたらゲリラ豪雨ですね。雨がめちゃめちゃ降ってきました。今回は間に合いそうかな。今下道50キロぐらいです。若干ハイブリッドストロングアルファの方がいいかな。やっぱ高速まで間に合うか。今心配してるのは雨より電池ですね。カメラの電池がちょっとやばい。1しかないので怪しい。若干ハイブリッドストロングアルファの方が今見た感じ良さそうだったね。飛び始めでももちろんね、おはじきもかなり撥水している商品だと思います。おはじきがダメっていうわけではなく、比較した時にどっちの方が撥水しているかっていうのを、見ているだけなので、単純にねそのおはじきが撥
水してないっていうわけではないので、そこはちょっとご理解いただきたいなと思います。なんか車乗る時のあの一瞬、あれもう人生で一番降った雨だと思う。あんな雨経験したことないね。雨で前が見えなかったもん。だけどもうなんかだいぶ止みましたね。やっぱ若干だな。ビビたる差かもしれませんが、ハイブリッドストロングアルファの方が良さそうですね。なんとか間に合ったわ。若干だね。もうほぼ大差なしって言っていいほど若干の差だと思いますが、ハイブリッドストロングアルファの方が良さそうかな。でもうここまで来ると分かんないんですよ。今86キロ両方とも撥水していると。今日どうだろう。やっぱハイブリッドストロングアルファの方がピュンピュン飛んでる感じはありそうですね。なんか速い感じがする。ピュンピュンピュン。そんなことないかな。おはじきも思ったより良かったね。っていうのもその施工性スプレーしてまっすぐ吹き上げる、待つ必要がない商品っていうのは、水はじきも若干ね塗り込みタイプに比べると劣るものが多いんですよ。なんかもうちょっと水はじき弱いかなっておはじきの方思ってたんですが、思っていたよりいいですね。塗り込みタイプっていうのは一回乾かすやつですね。5分10分乾かしてから吹き上げるタイプのことを言いました。おはじきはスプレーしてすぐ吹き上げるタイプ。こう施工性にね違いがあるので、なるほどなっていう感じです。これぐらいの雨量の方がもしかしたら分かりやすいかも。その撥水だけを見たらね。もうカメラの電池がなくなりそうです。お疲れ様でした。はい、といった感じで動画の方以上になります。で、今回はこちら、おはじきのガラス用の撥水剤と油膜除去剤ですね。商品名ドット窓なのかな、それともただの窓なのかな。とりあえずこちら人気なので実際に使ってみました。使ってみた感想でいくと、まず油膜除去剤ですね。ちょっと分かりづらいかなっていうのが正直なところ。一応ね、商品ページにはアルカリ性と、あと界面活性剤かなと一応確認しましょう。2種類の界面活性剤とアルカリ成分プラス研磨剤を配合したガラスの油膜取りということだったんですが、どれが原因かわかんなかったんですが、やっぱちょっと泡立つ感じと、あと液剤が弾かないっていうのかな、あれが施工し終わったかなって思った時に、まだ油膜残ってるわみたいな感じになるので、もちろん油膜だけじゃなくて古い撥水剤とかも含めてまだ残ってるなっていうのがちょっと二度手間かなと思いました。で、プロスタッフのレインモンスターリセットにちょっと動画上げたんですが、やっぱ素直、そこはねやっぱ結構違いが出たかなと僕の中では思っております。で、あと撥水剤の方ですね、これは想像以上に良かったです。今回クリーンビューのハイブリッドストロングアルファと比較したんですが、この塗り込んで乾燥させて吹き上げるタイプ、手間なんですが、そっちの方がやっぱ水はじきはいいかなっていう感じけど、その代わりスプレータイプの方が乾燥を待たなくて済むので、そういったところはメリットかなと。なので施工のしやすさっていうか、早いのはこの窓けど、やっぱりこのスプレータイプどれもそうなんですが、塗り込みタイプみたいにこう白く乾いたりとかしないんです。なのでここ施工してるかなしてないかなっていうのが分かりづらいかな。両方ともちょっと分かりづらい感はあったけど、個人的にはおはじきのこのガラス用の撥水剤スプレータイプにしてはすごいいいなと思いました。なので気になる方ぜひ購入してみてください。はい、とりあえず今回はこんな感じで動画の方以上になります。この動画が面白いなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた来週。Thank you.
す。